ベトナム戦争の真実、見過ごされた悲劇と残された教訓。1960年代から70年代にかけて、東南アジアの小さな国、ベトナムを舞台に、世界を揺るがす大きな戦争が繰り広げられました。それは、冷戦というイデオロギー対立の最前線であり、超大国、アメリカが初めて敗北を喫した戦争でもあります。しかし、この戦争は、教科書だけでは語り尽くせないほど、複雑で、深く、そして悲劇に満ちたものでした。私たちはこの動画でベトナム戦争の多角的な側面を掘り下げ、その中で見過ごされてきた真実、現代にまで続く影響、さらに未来への教訓を探ります。開戦当時の時代背景、冷戦の狭間で。ベトナム戦争を理解する上でまず欠かせないのが開戦当時の国際情勢、特に冷戦という時代背景です。第二次世界大戦後、世界は資本主義陣営を率いるアメリカと社会主義、共産主義陣営を率いるソビエト連邦という2つの巨大なイデオロギー対立に分断されていました。直接的な軍事衝突は避けられたものの、両陣営は世界各地で代理戦争を繰り広げ、それぞれの勢力圏を拡大しようと画策していました。ベトナムはもともとフランスの植民地であるフランス領インドシナの一部でした。第二次世界大戦中、日本がこの地に進駐しますが、終戦後、ベトナムの独立を求める声が高まります。指導者であるホーチミン率いるベトミンは、フランスとの間で第一次インドシナ戦争を戦い、1954年のディエンビエン風の戦いでフランス軍を破り、独立を勝ち取ります。しかし、この独立は完全なものではありませんでした。ジュネーブ協定によって、ベトナムは一時的に北緯17度線で南北に分断されます。北には共産主義国家であるベトナム民主共和国、北ベトナム。南にはアメリカが支援するベトナム共和国、南ベトナムが成立します。この分断こそが後のベトナム戦争の直接的な引き金となります。アメリカはアジアにおける共産主義の拡大を阻止するドミノ理論を掲げ、南ベトナムを強力に支援します。こうしてベトナムは冷戦の代理戦争の舞台としていやおうなく巻き込まれていくのです。開戦から停戦に至るまでの戦況、泥沼化する戦い。ベトナム戦争は単なる南北の衝突にとどまらず、アメリカをはじめとする西側諸国とソ連、中国が支援する北ベトナム、そして南ベトナム解放民族戦線、通称ベトコンとの間の極めて複雑で長期にわたる戦いとなりました。戦争は南ベトナム解放民族戦線、ベトコンによるゲリラ戦から始まりました。彼らは南ベトナム政府への不満を抱く住民を組織し、ジャングルや農村を拠点に神出鬼没な攻撃を仕掛けました。これに対しアメリカは1964年のトンキン湾事件を口実に本格的な軍事介入を開始します。空爆、地上軍の派遣、化学兵器の使用など近代兵器を惜しみなく投入し、北ベトナムとベトコンを壊滅させようと試みました。しかしアメリカの圧倒的な軍事力はベトナムの地理とベトコンの巧妙な戦術の前には必ずしも効果を発揮しませんでした。ベトコンは地下トンネルを張り巡らせ、ブービートラップを仕掛け、住民に紛れて攻撃を仕掛けるなど非対称戦術を徹底しました。北ベトナム軍もホーチミンルートと呼ばれる補給路を通じてラオスやカンボジアを経由し、兵士や物資を南に送り続けました。1968年のテト攻勢は戦況の転換点となります。ベトコンはベトナムの旧正月であるテトに合わせて南ベトナム全土の主要都市を同時多発的に攻撃しました。
この攻撃は軍事的には失敗に終わったものの、アメリカ国民に戦争の終わりが見えないという深い絶望感を与え、反戦運動を決定的に加速させることになります。テト攻勢以降、アメリカ国内の反戦運動は高まりを見せ、ニクソン政権はベトナムからの段階的撤退、いわゆるベトナム化を進めます。そして1973年、パリ和平協定が締結され、アメリカ軍はベトナムから撤退します。しかし、これは戦争の終結を意味するものではありませんでした。アメリカ軍撤退後も南北ベトナム間の戦闘は続き、最終的に1975年4月30日、北ベトナム軍がサイゴンを陥落させ、ベトナム戦争は終結します。そしてベトナムは社会主義国家として統一されたのです。各国の戦術と戦略、北小戦と近代戦の衝突。ベトナム戦争は近代兵器を駆使するアメリカとゲリラ戦を得意とするベトナムのまさに非対称戦の典型でした。アメリカの戦術はサーチ&デストロイと称される大規模な掃討作戦や空爆による徹底的な破壊でした。B-52 爆撃機による絨毯爆撃、ナパーム弾による焼き払い、そしてジャングルを根絶やしにするための枯葉剤の散布は、ベトナムの広大な国土と人々を破壊しました。彼らは圧倒的な火力と最新の兵器で敵を殲滅できると考えていたのです。しかし、この戦略はベトコンの粘り強いゲリラ戦術の前に、その効果を限定的なものにしました。一方、北ベトナム軍とベトコンの戦略はまさに人民戦争でした。彼らは住民の支持を得てジャングルや地下に潜伏し、地形を熟知した上で奇襲攻撃を仕掛けました。トンネルの掘削技術は驚異的で、兵士の移動、物資の運搬、時には野戦病院としても機能しました。彼らのモットーは、敵を知り、己を知れば百戦危うからず。アメリカ軍の強みを回避し、弱点を突く戦術はアメリカ兵に精神的なダメージを与え、厭戦気分を増幅させました。補給路であるホーチミンルートの維持も彼らの粘り強さを象徴するものでした。この非対称な戦術の衝突が泥沼化の一因となったのです。国際的な反響、分断と連帯。ベトナム戦争はアメリカ国内だけでなく世界中で大きな反響を呼びました。アメリカ国内では徴兵制への反発、戦争の目的への疑問、そして戦場の悲惨な現実が伝えられるにつれ、大規模な反戦運動が巻き起こりました。学生、知識人、市民団体、さらには退役軍人までもが声を上げ、平和と反戦を訴えました。ロック音楽やカウンターカルチャーもこの反戦のムーブメントと深く結びついていました。国際社会においてもベトナム戦争は大きな議論を巻き起こしました。ソ連や中国は北ベトナムを軍事、経済的に支援し、反米の立場を明確にしました。一方で西側諸国の中にもアメリカの介入に批判的な見方を示す国々がありました。ヨーロッパ各国ではアメリカの戦争行為を非難するデモが頻繁に行われ、アメリカの国際的なイメージは大きく損なわれました。冷戦下の同盟国としてアメリカの行動を支持する国々もあり、国際社会はベトナム戦争をめぐって分断されたのです。国連は当初この戦争に直接的な介入ができませんでしたが、戦争の激化と人道的な問題の深刻化に伴い、様々な形で人道支援や難民問題への取り組みを行うことになります。日本が果たした役割、経済的恩恵と倫理的葛藤。ベトナム戦争において日本は直接的な軍事介入は行いませんでしたが、その影響は甚大でした。戦後復興期にあった日本は
ベトナム戦争による特需によって大きな経済的恩恵を受けました。アメリカ軍への物資供給、兵站基地としての役割、そして戦傷兵の治療など、日本の産業は活況を呈し、高度経済成長を加速させました。日本製の繊維製品、自動車部品、電化製品などがアメリカ軍の需要を満たし、日本の技術力と生産力を向上させる一助となったのです。しかし、日本国内でもベトナム戦争への反発は少なくありませんでした。アメリカ軍の出撃拠点となっていた沖縄や各地の米軍基地周辺では反戦運動や基地反対運動が活発化しました。また、ベトナムの非人道的戦争行為が報じられるにつれて、日本の戦争協力への倫理的な葛藤も生まれました。経済的恩恵と戦争への加担という倫理的ジレンマは日本社会に複雑な影を落としました。日本は平和憲法を持つ国としてこの戦争にどう向き合うべきかという問いに直面し続けたのです。なぜアメリカは勝てなかったのか。誤算と限界。圧倒的な軍事力を誇るアメリカがなぜベトナム戦争に勝てなかったのか。これは戦争の真実を考える上で最も重要な問いの一つです。その理由は多岐にわたりますが、最大の要因はベトナムの国民が相手だったということです。アメリカは南ベトナム解放民族戦線を単なる共産主義のテロリスト集団とみなし、背後にある民族主義的な感情や祖国統一への強い意志を見誤りました。ベトコンは住民の中に溶け込み、その支援を背景に戦っていました。つまり、アメリカは単なる軍隊と戦っていたのではなく、抵抗する国民全体と戦っていたのです。また、アメリカ軍の士気の低下も深刻でした。徴兵制によって送られた若者たちは、戦争の目的を見失い、ジャングルの過酷な環境と、いつ、どこから攻撃されるかわからない恐怖の中で、精神的に疲弊していきました。ドラッグ問題や、帰還兵の PTSD、心的外傷後ストレス障害も深刻化し、多くの兵士が心身に深い傷を負いました。戦術的な限界もありました。アメリカは近代兵器に頼りすぎ、ベトナムの地形や気候、そしてベトコンのゲリラ戦術に対応しきれませんでした。大規模な空爆や地上作戦は、かえってベトナムの人々の反米感情を高め、ベトコンへの支持を強める結果となったのです。さらに、ソ連と中国による北ベトナムへの支援もアメリカを苦しめました。そして何よりも、アメリカ国内の世論の分断と反戦運動の高まりが政府に戦争継続の意欲を失わせました。国民の支持を失った戦争は、もはや戦い続けることはできませんでした。アメリカは軍事的な優位性だけでは、イデオロギーと民族主義に支えられた国民の抵抗を打ち破ることはできない、という苦い教訓を学ぶことになります。戦後の世界的な政治状況の変化、多極化と不信。ベトナム戦争の終結は、単に一つの戦争が終わっただけでなく、世界の政治状況に大きな変化をもたらしました。まず、アメリカの国際的な威信は大きく低下しました。超大国アメリカが敗北したという事実は、世界のパワーバランスに影響を与え、冷戦下におけるアメリカの一極支配体制に疑問符を投げかけました。これによって、国際社会では、より多極的な勢力図が形成される兆候が見え始めます。また、ベトナム戦争は、アメリカとソ連の緊張緩和にも影響を与えました。戦争の泥沼化と巨額な戦費は、両超大国に新たな軍拡競争への疲弊感をもたらし、限定的ながらも、対話の必要性を認識させるきっかけとなりました。特に、アメリカは中国との関係を改善し、
ソ連への牽制を強化しました。さらに、ベトナム戦争は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカといった第三世界の国々に大きな影響を与えました。彼らは、ベトナムが超大国アメリカに勝利したことに勇気を得て、民族自決と独立の動きを加速させました。冷戦下の代理戦争に利用されることへの反発も強まり、非同盟主義の動きが活発化しました。戦争の傷跡は深く、アメリカ国内では政府への不信感が増大し、社会の分断が深刻化しました。また、ベトナム国内では社会主義化が進み、多くの人々が新たな苦難に直面しました。ボートピープルと呼ばれるベトナム難民の発生は、国際的な人道問題として世界に大きな影を落としました。癒えない傷跡と残る課題。ベトナム戦争は遠い過去の出来事ではありません。その影響は現在に至るまで様々な形で残り続けています。ベトナム国内では不発弾や地雷が今もなお人々の命を奪い、生活を脅かしています。広範囲に散布された枯葉剤の健康被害は世代を超えて続いており、奇形や病気に苦しむ人々が多数存在します。ベトナム政府はこれらの問題解決に国際社会の協力を求めています。アメリカにおいてもベトナム戦争の傷跡は深く残っています。多くの帰還兵が PTSD に苦しみ、社会復帰に困難を抱えました。現在でも彼らへの精神的、肉体的なケアは重要な課題となっています。また、アメリカ社会に刻まれた政府への不信感や戦争の倫理性を問う議論は形を変えて現代の紛争にも影響を与えています。一方、ベトナムは戦後着実に復興し、近年では目覚ましい経済発展を遂げています。アメリカとの関係も改善し、かつての敵国同士が今や経済的、外交的に協力する関係へと変化しています。これは歴史の複雑さと国家間の関係が常に変化し続けることを示唆しています。また、ベトナム戦争は国際法における武力行使の原則や戦争犯罪、人道に対する罪の議論を深めるきっかけにもなりました。現在も続く紛争地域におけるゲリラ戦や機体商戦の分析においても、ベトナム戦争の経験は重要な教訓として参照されています。将来への教訓、歴史から学ぶこと。第一に、軍事力だけでは問題は解決しないということです。圧倒的な軍事力を誇るアメリカが敗北した事実は、イデオロギーや民族主義、そして国民の抵抗の前に物理的な力だけでは限界があることを示しました。真の平和は対話と理解、そして互いの文化や歴史を尊重することからしか生まれないのです。第二に、情報の重要性とメディアの役割です。ベトナム戦争はテレビを通じてその悲惨な現実が世界に伝えられた初めての戦争と言われています。メディアは国民に真実を伝えるだけでなく、世論を形成し、戦争の行方を左右する大きな力を持つことを示しました。私たちは情報に踊らされず、多角的な視点から物事を捉えるリテラシーを養う必要があります。第3に、歴史の複雑さです。ベトナム戦争は善と悪という単純な二元論では語れない多層的な側面を持っています。それぞれの国や立場にそれぞれの正義がありました。私たちは歴史を単なる事実の羅列としてではなく、その背景にある人々の感情や動機、そして複雑な関係性を理解しようと努めるべきです。第4に、戦争が残す傷跡の深さです。戦争は人々の命を奪うだけでなく、心と体に深い傷を負わせ、
世代を超えて影響を及ぼします。その傷を癒し、再発を防ぐためには、過去の過ちを謙虚に学び、国際社会全体で平和を構築していく努力を続けることが不可欠です。ベトナム戦争は人類が経験した悲劇の一つであり、その真実は今も私たちに問いかけ続けています。私たちはこの歴史から目を背けることなく教訓を学び、二度と同じ過ちを繰り返さないために未来に向けて歩みを進める責任があります。平和への願いは私たち一人一人の行動から始まるのです。今回の動画が参考になったとお感じになったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。次回も一緒に歴史の真実を探る旅に出ましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。